皆さん、おはようございます。東方巡り散歩園、京都。おー、ついに関西上陸ですか。ってなんでこんな朝早くから撮影してるん？まだ朝の5時半ですよ。それについては色々と複雑な理由がありまして。朝までレイムさんと激しい夜遊びをしてたから。もう、マリちゃんってばみんなの前でバラしちゃいやん。っていうのは冗談で秋の例大祭から夜行バスで帰ってきた後に撮影したからです。いや元気やな。東方プロジェクトの幻想郷で一番重要な場所と言える白麗神社のモデルもこの京都かもしれないとされているほど、東方プロジェクトと深い関係にある京都。今回はそんな京都の東方の聖地や東方グッズを紹介していくぜ。なんといってもですよ、11月3日から大東方展示会が大阪で行われますからね。関西に訪れる人が多くなる。つまり視聴者率も高くなる。6時間後。さあ、まずはじめに京都の河原町にやってきたぜ。京都といえば河原町ですよ。私も修学旅行で行ったのが最後なのでテンション爆上がりです。また太っちゃうと思うと心配。河原町の商店街に行くと見てくださいこの人の量。今日平日月曜日ですよ。海外の観光客がたくさん、全然歩けないレベルじゃないか。日本が活性化している証拠ですな。それにしても美味しそうな食べ物がずらり、こんなにもうまそうなものがあったら強欲な東鉄さんも満足してくれるんじゃないでしょうか。本当鉄ですね。さて商店街を抜けると、見てください皆さん、こちらがあのカップルが並んで座ることで有名な鴨川です。なんとロマンティックな場所なんだ。とっても綺麗な場所で女の子をここに誘ったらイチコロですよ。ちなみに霧雨マリサは最後の一押しでここを使って恋に落とすらしいぜ。さすがは数々の女の子のハートを盗んできた手口は違うわ。ところで今どこへ向かっているの？やはり河原町に来たら先に行かないといけない場所がある。それは八坂神社だぜ。かなこ様の聖地来たー。などと。その気になっていたお前の姿はお笑いだった。こちらは八坂といっても、八坂かな子がいる神社ではないよ。あ、そっか、かなこ様は長野県で有名な神様だもんね。この神社は櫛稲田姫命も祀っており、風神録 BGM 的に秋見のり子静葉が関連しているんだ。あの二人力の弱い神様ぶってる割には最強の神社と関連してるんかい。中に入ると美味しそうな屋台が並んでいるぜ。八坂神社はお祭り気分を味わえますな。今流行りの10円パンの屋台もあったよ。海外の人はやはり食いついていたな。やだーん、美味しそうだわ。マリサ部長買ってくださいよ。1000円払ってくれたらいいよ。いや結局こっちが損するだけやん。10円パンといえば平等院。平等院といえば藤原の母校なので、これも東方聖地巡礼ですね。かなり無理やりだけど。そして神社に向かう階段を登ると、なんと稲葉ていちゃんさんがこんにちは。こんにちは。ってなんでこんなところにていちゃんさんがいらっしゃるの？八坂神社には大国主様が住んでいる大国主社の鳥居があるから、というのも大国主の神が白ウサギを助け、その恩返しに赤見姫との縁を結んだという稲葉の白ウサギ神話にちなみ、大国主の神とウサギの石像が置かれているようだ。なるほど、大国主がいるから稲葉の白ウサギつながりで稲葉ていちゃんさんの像があるのね。私と同じていちゃんさんファンの方はおすすめの場所だな。ていちゃんさんといえば幸運を与える能力を持っているので、幸運をもらえるかもしれないので頭よしよししてあげましょう。そしてこちらが八坂神社の本院となっているよ。厄除け縁結び学用成就五穀豊穣家内安全商売繁盛美容祈願などあらゆるご利益があるので、まずはこちらで参拝してから観光するといいでしょう。もしかしたら観光途中で鬱憤なことがあるかもしれないしな。空からゲルのパンティが落ちてくるとか？いやそういうことじゃなくてね、もしこのまま清水寺に行きたい場合は本院の反対側から出ると行きやすいので行ってみてください。今回は行かないの？ああ。結構な山にあるからね。いや行かない理由がじじい。それでは東方グッズを探しに向かいましょう。まず向かうのはこちら、河原町大ファにあるギーゴだぜ。ギーゴって言ったらゲームセンターですよね。UFO キャッチャーで東方のグッズがあるとか？そうなんだ。なんとゆっくりのクッションが UFO キャッチャーであるんだよ。おー、めちゃくちゃ可愛い。ゆっくりの原型タイプだしウインクバージョンもあるじゃん。そうそう正直たまたま訪れただけなんだけど、なんとゆっくりのグッズが UFO キャッチャーになっていました。ニコニコ上がりの人も欲しくなるグッズですよ。ということで早速ゆっくりを取りに行きましょう。平日月曜日の昼間っから20代後半ニートが UFO キャッチャーしています。UFO キャッチャーは中学生以来なので新鮮な気分だぜ。しっかりと照準を合わせていきますよ。横から見たりとガチやな。完璧な位置が決まったので、スイッチオン。おー、持ち上がってる。これ一発で決まるんじゃないの？なあ、うまいこと落ちるようになってますね。これは悔しいな。でも出口から近くなったので次でいけそうじゃない？そんな気がするよね。悔しいんでもう一回やります。今度はできるだけ後ろ側にして前に倒れ込ませるようにするよ。こんな感じでいきましょう。スイッチオン。行くか行くか行くか。さ
さあということで次参りましょう。続いてどこに向かうの？続いて向かうのは皆さんお待ちかねの京都アニメイトだぜ。アニメイトいいっすねー。どんなものがあるのか楽しみ。はい、ということでこちらの2階が京都河原町のアニメイトになっております。へえ、こんなところにあったんだ。それじゃあ早速行ってみましょうか。行くのは待ってください。なに早く見に行きましょうよ。まさか、はい、河原町のアニメイトでは撮影が NG とのことです。そんな、アニメイトの東宝グッズ楽しみにしていたのに。本当に残念ですが、こればかりは仕方がない。ただ一つ方法があるとすれば、霊夢さんが文字通り一肌脱ぐしかないですな。恥ずかしいけどわかりました。それじゃあ皆さんのために一肌脱ぎに行ってきますよ。はい、ということで私たちは先に羅針盤の方に向かいましょう。河原町羅針盤はアニメイトのすぐそばにあるので覚えておくといいぜ。ちょっと置いていかないでくださいよ。それで結果の方はどうだったの？それがお姉さん可愛いからって、河原町の小屋町通りにあるお店の看板娘になってくれないかとスカウトされました。そう、河原町の小屋町通りでは大人の遊び場もあるので覚えておくといいでしょう。学生は行っちゃダメよということで、河原町羅針盤2号店に着きました。河原町の羅針盤はマスコットのランランちゃんが出迎えてくれていますね。ちなみにランランちゃんは永遠の17歳らしいぜ。偶然にも隙間妖怪さんと同い年なわけだ。それで撮影許可の方は下りたの？ただいま撮影許可を確認したところ残念ながら動画の撮影は遠慮してほしいとのことです。やっぱり京都は繊細だからあかんのかな。ただし、人様に映らないように写真でなら OK をいただきました。おー、やったじゃない。早速なんだけど、店内はかなりフィギュアに力を入れていて、ほとんどフィギュアの販売だったよ。ショーケースには珍しい黒のフランドールが飾られていたんだ。ほ闇落ちフランちゃんみたいな感じでいいじゃない。他にも黒髪のコンパクヨウムもいたぜ。いやこれブリリアントステージアイドルマスターオトム小鳥ちゃんね。確かに黒髪のコンパクヨウムだけど、2階は完全なフィギュアコーナー。なんと東宝のフィギュアがたくさん売られていたんだ。東宝のフィギュアってなかなか珍しいから店舗でこれだけ売られているのはすごいわ。値段はまあまあいい値段設定なんだけど、種類が豊富で栄夜将組とか社名丸綾とか、クオリティの高い霊夢のフィギュアもあったよ。このフィギュアは公式書籍のイラストも手掛ける浅井氏のイラストを元にしたフィギュアですよ。東宝文化庁などのイラストを手掛けている人のか。箱痛みありだけど、1万4000はまあまあ安い方だと思いますよ。こんな感じでとにかく珍しいフィギュアがあり、特にフランドールのフィギュアがたくさん売っていたぜ。元フランドールファンの人が売りに来たのかもね。現在あるかどうかわからないがフランドールファンの方はこちらのお店に行ってみるといいと思うよ。京都でもあんな珍しい東宝グッズが売っているとは驚きですよ。ほんとそうだよな。ちなみにこの羅針盤の上にメロンブックスがあるんだ。メロンブックスは同人誌を販売している会社ですよね。で、撮影の方は、今回は写真の方もダメでした。東京のメロンブックスはいけたけど、京都はダメなのね。ただめちゃくちゃ東宝を押してくれていて、店内は4階も5階も下で入り口に東宝関連を置いてくれていたぜ。東宝プロジェクト目玉にしているとはお目が高い。また東京のメロンブックスと違っておしゃれめな同人誌が多いイメージだったので、関東の方はぜひ違いを体験していただきたいと思うぜ。続いて羅針盤河原町本店に行きますよ。2号店とどんな違いがあるんだろう？ 2 号店はセブンイレブンの上にあるのでちょっと気づきにくいんだけど、階段はランランちゃんが出迎えてくれていて、テンション上がるんだ。羅針盤の出入り口の雰囲気すごくいいよね。2号店は撮影 OK だったんだが、本店も写真なら撮影は大丈夫だったので写真で紹介していくよ。本店では同人誌に力を入れていたぜ。で、男性向けの同人誌はガチで男性向けがほとんどだったよ。ええやん。もちろん東宝プロジェクトゾーンもあり、あんな東宝同人誌がたくさんあったよ。ほっほー、いいじゃないの。ぬえと小傘の触手プレイとかないんですか？いやマニアックすぎやろ。もちろん全年齢向けの東宝作品もあるよ。同人誌はなかったけど音楽作品はかなりの量があったぜ。結構レアものもあると思うからぜひこちらも見てみるといいぜ。ダンカブの収録曲とかもあったよ。懐かしすぎー。他には珍しいふもふものぬいぐるみなんかもあったぜ。昨夜のふもふもとか意外とあんまり見ない気がするから欲しい人多そう。しかもよく見たらこれ高林堂バージョンの昨夜なのでかなりレアだぜ。高林堂バージョンを持っていない人は超朗報でしょ。こんな感じで意外とレアなグッズも売っている羅針盤本店なので行ってみると面白いと思うよ。では京都駅方面に向かっていくぜ。駿河屋とかなかったっけ？あるんだけど、東宝グッズはなかったんだよ。なるほど。ちなみに羅針盤の帰り際に有名な UFO キャッチャー専門店があるから覗いてみるといいよ。東宝グッズはないけど、かなりインパクトあるお店だったぜ。UFO キャッチャー以外にもガチャガチャ関連も多いし面白そう。ということで、京都に帰る前に腹ごしらえしていこうと思うぜ。京都は美味しいものがたくさんありますからね。そうそう、あれもこれも美味しそうなんだよ。ミスチーのやつめうなぎの串焼きと同じぐらい美味しそうなうなぎの串焼きなんかもあったよ。美味しそうだわ。ということで、私はこちらを購入いたしました。それは何なの？こちらはカニカマの天ぷらだぜ。なるほど、霊夢の紅白とかけたわけだ。東宝の主人公の霊夢とそっくりなこちらのカニカマ天ぷら
を食したいと思うぜ。大きくてプリプリで美味しそうじゃん。うなぎと同じぐらい店の前に売られていたからかなり人気っぽいよ。そのお味は、うまみょーん。おお、意味はわからんがとにかくすごくうまいようだ。カニカマのプリプリ感と天ぷらのサクサク感がマッチして非常に美味しい。また普通のカニと違ってカニカマは癖のない味わいだから天ぷらと相性がいい。もぐもぐ、うまみょーん。これはマジでうまいわ。塩加減がちょうどいい。このように河原町では食べ歩きをしながら観光もできるので非常に観光気分が味わえるところだからすごくいいよ。ここで緊急事態発生。たまたま河原町のおしゃれなダイソーに寄ってみたんだけど、なんと東宝グッズがめちゃくちゃ売られていたんだ。見たことないものばかりだ。新しく販売されているものなのかな？どうやらそうらしい。なんと500円の新たな商品も出しているぜ。とんでもなく東宝に力入れてくれているやん。本当に種類が豊富で、いろんなキーホルダーに加えてクッションタイプのキーホルダーや、こちらのクオリティがめちゃくちゃ高そうな置物なんかも販売されていたぜ。これ500円はめちゃくちゃ安くない？ちなみに対象年齢15歳だったから結構エッなやつかも。いやダイソーにそんなもん売ってるか。かなり面白い商品なので色々買ってみたぜ。このようにどんどん100均一で東宝グッズがすごく発展しているのでみんなもダイソーに行ったら探してみよう。ちなみに私の寄ったダイソーは、スタンダードプロダクツというダイソーの新ブランド店舗と併用したお店だったよ。他にもいろんなアニメやゲームのグッズが置いていて、結構オタグッズに力を入れていた店舗だったぜ。ダイソーにそんな新ブランドもあったんだ。さてさて、それでは京都まで帰ろう。京都はバスが充実してるんだけど、結構まったり混雑しているので、若干歩かないといけないが、市場から京都まで電車で帰るのをおすすめするよ。その方が安いし早く着くしね。ということで京都まで帰ってきました。この京都駅にも東宝グッズが売っている場所はあるの？京都駅すぐ近くにあるアバンティという建物の上の階にあるんだ。最後にそこだけ見て回ろうと思うぜ。さあこちらが京都駅のアニメイトでございます。おお、京都駅にもアニメイトってあったんだ。京都駅周辺だけしか見れない時に立ち寄りたくなりますね。でも撮影は NG なんでしょう？撮影許可についてお聞きしたところ、なんと写真なら OK が出ました。こっちはいいんかーい。店舗によってはやっぱり変わってくるもんらしい。しかもこちらの店舗は河原町と違って東宝グッズがかなり充実していたぜ。本当だ、東宝ゾーンがめちゃくちゃ広いですやん。上の段はいろんなキャラクターのクリアファイルなんか置かれていて、下の段はキーホルダーやその他小物が置かれていたよ。クリアファイルの量がすごい。これなら外られがちなかなこ様もあるんじゃないの？サナエとスワコのグッズはあったけどかなこ様はありませんでした。アニメイト、かなこ様外しがち。ただグッズの種類はめちゃくちゃ豊富でゆっくりレミリアのキーホルダーとかすごく可愛いし、意外と珍しいと思うよ。あらー、ゆっくりレミリア可愛いじゃん。他にはかなこ様よりマイナーなキスメのキーホルダーなんかもあったぜ。1個だけということは売れてる可能性あるね。まためちゃくちゃいいのが東宝のセンスが置かれていたんだ。珍しい。京都といえばセンスのイメージあるし、観光前に買って使うのもいいじゃない？あと一番面白かったのが、東宝とスイーツを掛け合わせたキーホルダーがあるんだけど、その昨夜バージョンが可愛すぎるんだ。メイド長どうした？おそらく愛するレミリアお嬢様のために自分自身が食べ物になろうと決断したんだろう。いや食べることできるんでしょうけど、こういうネタ的なグッズなんかもあったり、京都駅店は非常に豊富に売られていたぜ。ではラストにお隣にある羅針盤だけ見ていくぜ。羅針盤は特にフィギュアコーナーに注目ですね。こちらの羅針盤は男性向けの同人誌はあんまりなかったな。女性向けが多かった印象だぜ。最近は女性向けも増えているらしいからね。このように、ジャンル分けもされていなかったんだけど、場所によっては東宝の同人誌があったよ。店舗自体がそこまで大きくないので、フィギュアコーナーも小さめなんだけど、一応東宝のフィギュアが置かれていたぜ。レミリアスカーレットのフィギュアか。お値段は6800円と若干お高めな印象だな。でも、こういうのって店舗で見つけて買いたいという方はいるので朗報ですね。さあということで、東宝プロジェクト散歩イン京都いかがだったかな？京都と河原町ってすごく回りやすい場所に意外とレアな東宝グッズがあったのでこれは楽しい観光でしたよ。もちろん京都には東宝以外にもすごく魅力的な観光がたくさんあるので、一日じゃ回りきれないぐらい楽しいからぜひ遊びに行ってみてくれ。このように東宝プロジェクトに関することを紹介しているチャンネルなのでぜひまた遊びに来てくださいね。また二次創作アプリゲームロスワの解説もしているので見に行ってみてね。それではここまでご視聴ありがとうございました。